願いしますって言われる言う人が少なくなってきてる。みんなバテ始めてるんですよ。木刀想定だったので初段に合わせて踏み込むことで有効打にさせないつもりでしたが、まさかの突きだったので少しずれながら棒をつかみ、棒と一緒に引き込んでもらって安全を確保してから顔面攻撃に見せかけて首を取りに行って膝蹴り、蹴った足を引く力を利用して首投げ、そのままの流れで顔面への下段突きの斬新を取りました。棒の先端が速すぎて映像では見えませんが、キラさんの腕が長く軌道的には数センチ叩かれちゃいました。下段なら距離を潰せば木刀は有効打にならないので、下段を捨てて飛び込み目つきから首を取って棒を使えないようにして上段膝蹴りを蹴ろうとしたら、キラさんが想像以上に走り込んできて当たりそうだったので、ここ途中で止めました。キラさんの最後のこれ、直前の僕の位置を見るとわかりますが、この日一番ガチでキラさんが僕を叩こうとしてますね。これ木刀だったら当たったら致命傷の間合いです。次こそはキクの先生捕まえようと思って探すと誰かに捕まっちゃう。ほらダメだ。ここは前手でステップを隠して金的のカウンターです。金で蹴りに対する順突きに対しての上段受けしながらのカウンターの上段回し蹴りですが、右の突きまで来ていて、そちらに対するカウンターになってしまい当たりすぎてしまったので、こちら後で謝りました。
ここいきなり目つき3連打ですね。そしてこの瞬間、僕の目つきに対して金的斬りのカウンターが来て、とっさに体をひねって流しました。ここはお互い金蹴りの牽制ですね。ここお互いに色々仕掛け合いしています。ここはもらいました。ここで後ろ足を盗む金蹴りを菊野先生に気づかれてしまったのでやめます。それに合わせて菊野先生が詰めてきたので中心を外しながらスイッチバック。菊野先生が僕を追うために後ろ足を持ってきて中心が開く瞬間を狙って金的蹴り。これが成功しました。はい、この瞬間あっさり取れちゃいました。ここで僕の前手を殺しながら逆手で多分わざとオーバーにやって受けさせて逆から目つき、完全に引っかかっちゃいました。ここ完全にちょっと僕のミスです。菊野先生がサウスポーから金蹴りを狙ったので、その瞬間に袖を掴んで蹴り足の下を抜き、前回やった菊野先生の投げをカウンターで打とうとしたら、菊野先生の足に抜くはずの足が当たってしまい、投げるつもりの手が狙ってない菊野先生の目に行ってしまいました。ここはスイッチバックで金手蹴りをかわしてからの目つきです。ここはもうなんか色々ありました。ここは先ほどもらったコンビネーションだったんですが、僕の前手を殺して次を受けさせられた時、今回は足を大きく引いてポジションを外にすることで返しの目つきをもらわないで済みました。そのまま引いた反動を利用して目つきに行ったら、まさかのかわしながらもカウンターの金敵からの目つぶしが決まってました。ここでもう少しやりますか、いいんですかって感じのやり取りしています。この辺りから僕ちょっと一つ技をずっと狙って探りを入れてます。当然ながら菊野先生そんなに狙った技入れる瞬間ないんですよね。これやっぱダメでした。あえて遠い前から金蹴りをして戻し際に菊野先生が前に出てくるようにして、そのタイミングでもう一度投げに挑戦します。あとはこの引き手を取れれば成功なんですが、菊野先生この体勢にもかかわらず引き手をかわしながら攻撃までしています。そして投げも防がれてしまいました。やっぱ菊野さん強い目つきと金的もらいましたね前よりはちょっと少し対応できたなっていう、このルールもちょっと、せっかく引退したんでもうちょっと強くなれるように頑張りたいなと思います。ありがとうございました。大丈夫です。なんか終わって中野先生がぜひということでおかわり組みを最後ちょっとだけしたいと思います。楽しみに。中野先生異常なほど攻撃周りが広いので、この体格差にもかかわらず駆け引きがこのままになってしまいます。ここまでだけでも驚きですね。通常の格闘技ではありえないほど広く低い構えで攻撃機種を出したまま一足で一気に間合いを詰め、カウンター準備に反応して下がられてますが、連続写真で見ると一瞬で行われた間合い変化がもうえぐいレベルですね。そしてこの回し蹴りも当たり前のように軸足で飛んで間合いを一気に詰めながらの蹴りで、スイッチバックしなかったら蹴られていました。この辺りの反応やっぱこれさすがですよね。そしてここからもうなんか色々驚きなこと連発です。ちょっとこれ後でまとめて解説します。ここははじめステップインへのカウンターが割れたので、後ろ足で内側のポジションを取って金蹴りに移行しようとしたら、それをもばれて線をずらされました。そしてこの後普通に追っていても捕まらないので、スイッチしながら攻撃に行った瞬間に飛びまんじ蹴りのカウンター、
体勢を崩したところに回し蹴りと思ったら、まさかの着地と同時に普通に対応して後ろ回し蹴り、それをかわして今度こそ攻撃できると思ったら、そこでまさかの先ほどと同じ飛びまんじと見せかけての半月当て、それが外れた瞬間に足絡みをされました。もう超人すぎる対応力ですね。そしてここは体格を生かす千載一遇のチャンスだったので決めに行きますが、下から蹴り上げ、逃げられそうになったのを強引に抑え込んで下段突きに行きましたが、なかなか安定させてもらえず、なんとか体格差を利用して強引に抑え込んで、ようやくここで1回下段突きを打てましたが、下から中野先生が何かを狙ったのでここで飛んで切りました。今日も最後まで YouTube を見て、今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも毎週金曜18人、見れば 100% 強くなる動画、毎週金曜です。もう思ってもってるちょっと待ってもらっていいですか、カンペ用意してもらって今日も最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に投稿していきますので、最新の理論や技術を見逃したくない方は、いいねボタンとチャンネル登録して、空手家王国の YouTube 動画で一緒に強くなり